今日ロニさんなんかキラキラしてて素敵です。たまにはキラキラ言ってないとしまい込んでるから錆びるから。セットですか？イヤリングと？いやセットすることじゃなく合わせてるわけで、好きで買ったイヤリングなんだけどね、これなんか変わったんで、それだけ見て買っちゃったのね。どうやったらどうだろうと思ったらこんなような洋服あったから、色がありましたんでね、ちょうどいいやっていうことで、ちょっと変わったイヤリング。似合ってます。でもこの頃いい時代になったらね、一つ落っことしても片っぽつける人増えたのね。よかったと思うしね、捨てないでよかったわ。私ピアスしてないからね、怖がりでダメなの。穴開けられない。だからもう全部はめるから時々落ちちゃう。それがね、片っぽだけ残ってね、捨てるわけない、綺麗なのにと思ってて、そしたら最近流行ってるっていうから、あらこれよかったと思って片っぽずつつけます。で今日のねお話、まず私が、日本へアメリカから帰ってきた時にすぐに出たのが「春の踊り」というね日劇の舞台で、その時に出た時に寺山修司さんがねいらして、その時のなんか批評に「ハイヒールを履いて生まれてきたような女」って言われたの。実際にはお会いしたいことないんだけど、そういうタイトルがつきました。結構みんな好きだったわね、そのタイトルが。ハイヒールを履いて生まれてきたって、へえ面白い。やっぱりさすが作家でね、ねえ面白い。YouTube のチャンネル名どうするってなった時に絶対これしかない。そうだちょっと私もなんでと思ったけど、あの時はね言われた時はね。でもやっぱりその表現の仕方が素敵ね。もともとアメリカでデビューをされたんですね。そんなこと思ってもみなかったのよ。アメリカへ行きたいことは行きたかったのね。でそれはね、足長おじさんのお話とね、それから向こうに早く行ってらした方のお父様やお母様に書いた手紙が本になって出てきたの、留学したお嬢さんの。でそれ読んでね、すごく魅力を感じて行きたいなって、ただそれだけ思ってて、あの時はねまだね日本はね外貨を表に持ち出せない時代だからね、誰でもお金があっても行かれない。なんか特別の会社からの派遣、それとあとはね試験受けるのね、外務省かなんかがやってる。それでないとダメっていう時代だったんで、私勝手にいろいろ苦労して外務省の試験も受けたけど見事落っこってそうでしょ、歌詞で外務省の文章なんて難しくてとてもじゃないの、英語でできたら。音大ですよね。音大ですよ、全く関係ないんだからね。そう音大でもねドイツ語がメインだから。それであとは好きなものを選んでいいの。するとほとんどねオペラは全部ほぼイタリア語が多いのね。でドイツリードの歌ばっかりで、英語なんかすごくほっちゃらかされてたのよ、音楽学校は。フランス語取ったらあんまり難しいんでやめてね、ドイツ語は必修、絶対取らなきゃいけない。だけどしょうがないから英語取ってたの。でただアメリカに行きたいっていうのはそういう本のあれもあったし、ちょうどもう戦争が終わってちょっと落ち着いた時だったんで、もう高校生の時からもう映画ばっかり。大学行っても映画が好きでね、アメリカ映画が山ほど来てね、これなんて素敵だろうと思って。で漫画もねどういうわけだかちゃんと日本で売り出されてね、ブロンディなんていうご夫婦の漫画がおしゃれなの。家でハイヒール履いてるような奥さんだもん。もう憧れだからね、じゃあ外国行きたいっていうことで、じゃあ学校行くよりねしょうがないし、学校も憧れたんですよ。女子寄宿舎生活っていうのをね、足長おじさんっていうウェブスターのお話面白いのはね、見知らぬ人が黙ってお金出してくれて、その学校行かしてくれるっていうお話なの。でその時を見てね、その学校生活が楽しそうなのよ。でそれに憧れて、うまいこと保証人ができてありがたいこと。ちゃんと保証してくれないとね、ちゃんとサインをして全てを保証しますって、ことが起こった時も責任を持ちますっていうのは大変なのよ。それを会ったこともない方がお知り合いのお知り合いのお知り合いで、それでサインしてわざわざね、呉にいらしたアメリカ人の技師の造船技師の方がいて、そういう人なのよ。会ったこともない人にサインしてくれて、で行けたんです。選んだのがボストンで、なんでそんな寒いとこ行くのって言われたんだけど、ハーバードがあるでしょ、今はもう日本でもすごく有名。そのハーバードの学校があった、そのハーバードの人が兵隊さんで日本に来てた時があったの。
でその時にね出会って知り合ったのよ。でうちにもバンバン遊びに来てて、でその人が大学を出た後で兵隊さんになって、何年間かがね戦争があったからね、韓国とねアメリカがね。でそうするとみんな戦争に行って、アメリカ人はお休み2週間来ると、皆さん隣が日本だからみんな日本へ遊びに来るの。だからその間にとってもたくさんの兵隊さんが日本へ来て休暇を取って、ものすごい楽しかったんだって。それは戦争から急に日本だからね、もう日本良くなってて、だからもう私がアメリカ行った時はね、アメリカ人の中でも日本びいきがすごい増えてたのよ。だからね、アメリカへ渡った時タクシー乗ると必ず「日本人?」って聞くの。だから「そうですよ」って言うと急に「シナのヨーヨー」って歌うの。シナの夜って歌があったの昔。それをなんかみんな覚えて、どういうわけだ、兵隊さんみんなその歌歌ってんの。でも見るとね、タクシーのうんちゃんが歌うのよ。日本人って言うと喜んで歌うので、とってもいい時間を過ごしましたってみんなが言うの。それぐらいウェルカムされて、まあおかげで一時はね敵同士だったんだけれども、本当にアメリカでいい人生を送らせていただけた。で人がとってもいい人が多いのよ。明けっぴろぎでね、朗らかでね、もう年中笑ってる人たち。ホスピタリティってことはね、親切って言うんだけど、単なる親切じゃなくて、こうなんていうのかしらね、ホスピタリティ、とっても心を温まる親切っていうの、そういう親切を私はたくさん受けてきたの。ロンリーさん、もともとその女優さん志望とかない。でもね、小学校の時はね、私宿河とか芦屋とかに住んでたんで、阪急沿線すぐ宝塚なのよ。だから宝塚大劇場は行きましたよ。で憧れてたのは素敵と思っても、自分をそこへ置くなんて考えもしないわよ。歌習ってんのよ。もう中学校から。小学校習って戦争で中断して、普通だったら最初皆さんピアノやってんのよね。うちピアノなくてさ、そしたら歌習うってね、母が言ってね、幼稚園の時みんなで歌ってたらね、隣にいた男がひょいと私の方向いて「変な声だ、大人みたいだ」って言ったのよ。それから私劣等感の塊になってね、口だけ開けてね知らん顔してたの。それで習って、その時からねいわゆる声楽よね、純粋の中学校の1年生から習って高校までずっと来て、それでじゃあどうしよう、音楽学校行こう、何しろアメリカ行きたいで、音楽学校の寄宿舎生活がメインだったんです。歌い手になるも何もない。でも舞台へ出て一人で歌うっていうチャンスは多かったわね、そういう音楽学校はね。その時からもう舞台出て伴奏ピアノがあって、人の前で歌うっていうことは慣れてるわけよね。部活は私はオペラ部に入ったから、その辺からもうどんどん音楽に傾いていって、で母が本当に音楽の好きな人だから、うちレコードはクラシックからずっとハワイアンからアメリカの映画の歌や音楽だらけの生活を家の中で、だからまあそういうのはそこで自然に音楽に入っていったんだよね。デビューのきっかけっていうのはそれがね、そのサンフランシスコに最初ちょっと行った時にそこの学校のね先生が、おしゃれ学校ってね、このねいずれかまたそれをお話しすることあるけど、そのおしゃれ学校の先生に、私どうもサンフランシスコね行ってもね、なんだか綺麗な街なんだけどね、あれはふわっと新婚旅行に行くぐらいが一番よくてね、なんだか活気がないのね。それでその時にね、そのおしゃれ学校の先生がね「ニューヨーク行きます」って言ったら、ニューヨークという街はね、もう一人では本当に寂しい街なんだけどね、お友達がいたらこんなに楽しい街はありませんよ、だから私もお友達紹介してあげます。またここでホスピタリティが出てきたの、アメリカンホスピタリティがね。そしてある人にね電話しとくからアドレスをくれてね、じゃあニューヨークへ着いたらここにお電話なさい、ランチでもご一緒なさいって言われて「はいありがとうございます」って言って、それで私はニューヨーク行って早速ご飯の方ランチにお電話して「あ、電話いただいてますよ」で「じゃあランチいたしましょう、何月何日どこそ」で行ってお会いしてお食事してたら、なんかねアメリカの中のねレストラン関係のお偉い方だったって、その方がねちゃんとごちそうになってね、中年以上ぐらいの方だったんだけど、でごちそうになってたら、その時に向こうからひょいひょいひょいと歩いてきた人がね、ディーン・マーティンをちょっと悪くしたような顔の人でね「ミス・ロミヤマタです」って紹介されてて、そして挨拶した人がちょっと私の顔を見てね
スージー1の世界に興味がありますかっていう聞き方された。スージー1の世界っていうのはもうそれはすでにブロードウェイで上演されてたお芝居、お芝居。それでそれは私よくボストンにいる時に学生でワイ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 ニューヨークへ一人が1台車を持ってると何日何月サンキスギビング行きますけれども乗る人って出るのよカード。とみんな名前書くと6人まで乗れるからアメリカのこんな大きい。そしてみんなシェアするわよガソリンをボストンまでね。6時間か。でみんなは分けたら安くつくでしょ。だからそれに乗って行ってで一番安い3階の席のブロードウェイのでその時に見てたのスージー1の世界というのを偶然パーフェクト 100% は分からなかったけどねでも見てだから見てたんでねあると思ったらスージー1の世界に興味がありますかっていう聞き方される。興味がありますかって言われて何を言ってんだかよく分かんない。でも見たからで面白かったからイエスっていうだけ言ったのよ。そしたらねじゃあ何日にスクリプトってまたいきなりそういう言葉が出てきて台本が届けますから線の引いてあるところを勉強しておいてください。何月何日なんとかシアターの楽屋口にはいそれで終わり。もうなんかくどくど説明しないの。オーディションだったのね。でもオーディションって言葉も使わないのよ。ただ来てください。ランチ中でそっち立っててこっち2人座ってはあって聞いてオーディションって今わかるのよ、ね、だけど何を言ってるのかそういうシステムを知らないじゃないブロードウェイのシステムで行ってそれがオーディションだったわけでそしたらその人が名前は後でトニー・リバースっていう名前ってプロダクションの社長さんだったわけね。タレントさんのプロダクションの社長さん。アメリカは誰でも彼でもが一般募集をして呼ばないオーディションはちゃんとしたプロダクションに相続ぴっちりしててそこに席を置いてる人のところのプロダクションに行くの。だからオーディションってのはやっぱりプロダクションを通さないとダメ。通したって通せないでしょみんな所属プラスなんてね。その人たまたま出会ったからレストランで。で行って約束通りプロダクションの社長さんだけが入り口に来ててそれで順番に呼ばれて次20人ぐらいいたかしらね。それで自分のことを話してください。で自分のことを話すんでね歌をやってますっていうような話してでも私の声はメゾソプラノで低い方ね声がね。それで、オペラになるとオペラは主役はみんなソプラノなのよ。なんて高い声でマダムバタフライなんて歌ってるでしょ。でも私はねメゾソプラノでやれるとしてもカルメンしかないんでカルメンはでもとてもセクシーな女の役で私は一つもちっぽけにセクシーじゃなくて言ったらね大笑いになったの。7,8 人暗い座席にねこっちから見たってなんかぼやっと電気が一つ立ってるだけなのよ。だからねただそれだけベラベラ喋ってたらみんな大笑いしてそれで何人か全部終わったらそしたらミス山田だけ残ってください。他の方 Thank you very much。それは Thank you very much がさようならの意味みたい。ってみんなゾロゾロゾロって書いてで中には一人ね日本人だったのね。その人名前が日本だったんだけどすっごいねチャイニーズドレスで竜がこんなになってるの着てきてる人がはあと思ったね。私なんでもない学生だからね非常に地味な格好してたのよね。それで何でもわからないまんまで物が進んでっちゃってじゃあ店まで一緒に行きましょうってポッポッポッと歩いてたそのデビッド・メリックというねブロードウェイの神様って言われてるもうプロデューサーですよ。名プロデューサーハーバードを出たもう必ずヒットさせるので立って帰ってってテーブル越しに帰って握手してそれでじゃあはいすぐねイミグレーションオフィス外国人が人の仕事を取ったことになるわけでしょ。アメリカで働くと外国の籍だから私は。でアメリカ人を押しのけて働けるだけの必要な役ですってことを説明しなきゃいけないの。